Welcome back, everybody. My name is Midnight Otaku, and today we will be continuing on with some more Umineko. 黄金鏡に至るだろう。しかしマリアは豆だな。ちゃんとメモしてるとは偉いぜ。おい、マリアは忘れっぽいからちゃんと書く。ママに言われたからちゃんと書く。 There was a notebook inside the handbag Maria was always carrying around, and Beatrice's epitaph was copied onto it. Thanks to that, we were all able to challenge the puzzle of the epitaph while walking down the beach. Jessica and the rest had already tried to solve it several times, and had already gotten bored with it. However, since this was a first for me, I was so excited that I couldn't stop. It really tickled my sense of adventure. まず1行目。懐かしき故郷を貫く鮎の川か。じい様の故郷ってどこだっけ？戦前の後宮家は小田原のあたりに屋敷を構えてたって聞いたぜ。で、となりゃ小田原に流れてる鮎の泳ぐ川に関心がいくわけだろ。まずはその川が起点になるからな。んで黄金鏡を目指す者はそいつを下って鍵を探せとあるわけだ。小田原にある川ってなんだ？鮎が泳ぐ川だぜ。小田原で鮎って言ったら早川だろうね。渓流釣りで有名だよ。マリア魚嫌い。マリアももう少し大きくなったらわかるぜ。鮎の塩焼きをベロベロベロってな。うまいぜ。さっき飯食ったばっかりだってのにもう腹が減ってきちまうぜ。ビスケットでもお持ちしましょうか。悪い悪い。そんなつもりで言ったんじゃないぜ。気にすんな。Chan was faithfully keeping us company since she didn't have any afternoon chores for a while. I would have thought that, since she's a servant, accompanying us would force her to take care of us and tire her out, but that didn't seem to be the case for her. On the contrary, she seemed to enjoy joining in our conversation with people close to her age. When I asked, I heard that she was the sort of worker whose room and board were supplied by her employer, so normally the only person close to her in age was Jessica. Yeah, I can imagine how that might be pretty dull. さて、小田原で鮎の川って言えば早川だってことは分かった。となりゃ下るしかねえよな。早川を下ると何があるんだろうな。下流に出て海に出ると思います。そうさ、河口部に出る。そして碑文の3行目には川を下ればやがて里ありとあるな。ちなみにそういう河口部は大抵大昔から輸送の要衝になってて大きな都市があるもんさ。ここが次のチェックポイントだな。なかなかいい筋だね。バトラ君の想像通りそこは大昔にとても栄えたことだよ。小田原城があるところだね。修学旅行で小田原城に行った気がします。素敵なお城でしたよ。ああ、私も小田原城だったぜ。洋館に住んでてなんだが、やっぱり日本人は和風の方が落ち着くよな。おお、マリアお城退屈。遊園地がいい。そうかそうか。よしよし。黄金を見つけたらこのバトラ様が気前よく遊園地を一日借り切って遊ばせてやるぜ。しかし小田原城とはな。小田原城の隠し黄金。お、こりゃなんだかいかにもって感じだよな。まあ、2年前の私たちもそこまでは行き着いたぜ。小田原で鮎の泳ぐ川を下った里。そこが多分小田原城あたりだろうってところまでは私たちも行き着いたさ。問題は次の行だろ。さて、バトラの鎮水里はどこまで行けるか見ものだぜ。
Jessica grinned broadly. She seemed to be implying that she would have solved this puzzle long ago if it was that easy. Damn it. I'll definitely find it and keep it all for myself. 4行目その里にて2人が口にし岸を探れ。2人ってのが何のことかわからねえが、とにかく岸だな。で岸ってなんだよ。岸って名前がつく地名でもあるのかな。曽我岸という地名が小田原にあるんだそうですよ。おお、詳しいな。ってことはなんだよ。シャノンちゃんも黄金を狙って謎解きに挑戦してるんだな。となりゃ俺たちはライバルだぜ。別に黄金なんて興味は。ただ以前にジョージ様から教えてもらっただけで。2年前の私たちも同じ推理に行き着いたってわけさ。わざわざ地図を広げて調べたんだぜ。小田原城の北に5キロくらいだったかな。そこには確かに曽我岸という地名があるよ。でもそこからがわからないんだ。次の5行目にはその土地のどこに鍵があるかは記してない。マリアちゃん、読んでくれるかい？そこに黄金鏡への鍵が眠る。読めた。曽我岸ったって広いだろうし、かつてそこに後宮家の家があったわけでもない。その広大な土地のどこかに鍵が隠されててノーヒントってんじゃ、こいつはお手上げってわけだぜ。確かにな。鍵が手に入らないことにはその先の行に進めないぜ。ジョージ兄貴、曽我岸ってのはどんなとこなんだ？さあね。 I wonder if it's a coincidence that all this tied in together with the poem. 行ったことはないからわからないけど、地図によると山の中みたいだよ。確か浅間山の山麓みたいだったね。なんだかパッとしねえな。宝のありかを隠した謎ってのはもっとぴったりとハマるもんじゃねえのかよ。どうも曽我岸ってのがそもそも間違いって気がするぜ。私は曽我岸を疑ってるぜ。私たちが知らないだけで、例えばじい様の子供時代を過ごした家とかがあるかもしれないだろ。1行目に懐かしき故郷をって行があるくらいだもんな。シャノンはじい様によく酒とか継がされてたろ。昔話とか聞かされたことないのか？親方様は昔の話はほとんどされません。ただ後宮家が滅びかけた関東大震災について非常に人事のように話されることがありましたので、関東地方よりずっと遠方にお住まいだったかもしれません。後宮本家は小田原に住んでたかもしれないけど、分家はその限りじゃなかったろうね。おじい様はよく自分のことを分家も分家、跡継ぎに最も縁遠かったと言われるくらいだからね。ってことはつまり懐かしき故郷ってのがすでに小田原じゃない可能性もあるってことだな。じい様の故郷なんて聞いたこともないぜ。聞いても素直に教えちゃくれねえだろうしよ。懐かしき故郷というのが後宮家のルーツを指さないのであれば、小田原説は初めから間違ってることになっちゃうね。もちろん曽我岸の疑いが晴れたわけじゃないけれども、例えば幼少の頃を小田原で過ごし、その後遠方へ引っ越した可能性もあるだろうし。さっきから何の話かわかんない。Yeah, y'all might be wrong about the riddle. Maria had been completely left out of the conversation. She now sat puffing out her cheeks in boredom.
あつまりだな、黄金すごろくの最初のスタート地点が決まらないことには何も始まらないってことだぜ。いや、最初の5行で見つかるのは鍵だろ。鍵なんてなくても扉はぶち壊して入ることだってできるはずだぜ。とりあえず最初の5行をすっ飛ばしてその先の推理に入ってもいいんじゃねえか。おお、その発想はなかったぜ。まあいいや、どうせ暇つぶしなんだ。続きを聞かせろよ、バトラの推理。でもその先からは急に物騒になるんですよね。Chin Chin frowned slightly after looking back at Maria's notebook to recall what was written there. Yeah, I was forced to agree. 第1の番に鍵の選びし6人を生贄に捧げよう。いきなり物騒になるな。第2の番には寄り添う2人を引き裂けときたもんだ。恋仲を破談させるのか、文字通り引き裂くという意味なのか分かりかねるけど、どっちにせよ気持ちの悪い話だぜ。その第2の番の解釈を別にしても、第1の番に6人、第4の番から第8の番までで5人、少なく見積もっても11人が生贄にされなきゃならない。おお、ベアトリーチェが蘇るための生贄。なるほど、魔女復活のための生贄か。そういう解釈にもなるな。その結果第9の番に魔女が蘇って最後は極めつけだな。第9の晩に魔女は蘇り、誰も生き残れはしない。結局はみんな死んでしまいます。それでようやく次の第10の番にゴールってことになってんな。みんな死んじまうのに黄金鏡へ至るだろうって言われても困ったもんだぜ。鍵を手に旅に出た当人も生き残れないに含めるのかどうかは解釈の分かれるところだね。しかしよ、最後のところには面白いことが書いてあるぜ。ゴールした後、魔女からもらえる4つの宝の行だよ。一つは全ての黄金。問題は次だ。全ての死者の魂を蘇らせるとあるぜ。みんな死んじまったっていうのとかけてるような気がしねえか。それを言われれば、次の失った愛すらも蘇らせるという部分は第2の番の寄り添いし2人を引き裂けにかけているようにも見えますね。そうだね。そして4つ目も第9の番にかけてある。第9の番に蘇った魔女を4つ目の宝が再び眠りにつかせている。好意的に解釈すりゃ死んだり別れさせたりと忙しいが、最後には全部チャラになるわけだな。目覚めた魔女も再び眠るし、手元にはたっぷりの黄金だけが残るって寸法だぜ。死んだり蘇らせたり別れさせたりくっつかせたりと、魔女様はお忙しいこったな。ついでに起きたり眠ったりな。やれやれ。せっかくの隠し黄金の話も魔女の話が絡んじまうと急にうさんくさくなっちまうぜ。It won't be long before she shows up. 違いないな。I laughed along with Jessica. After all, the idea of a witch was just too ridiculous. Of course, once we started laughing like that, Maria, who believed in the witch, got angry. 魔女はすごい。魔法で何でもできる。殺すことも生き返らせることも愛を与えることも奪うことも、空も飛べるし姿を透明にできるし、黄金もパンも生み出せる。いけね。悪い悪い、冗談だよ。
Jessica apologized, sticking out her tongue, but Maria didn't accept it. She grabbed her notebook back out of my hands and, opening to some other pages, tried to prove that the witch existed. Those pages had colorful drawings of witches on them, and while conveyed the fantastical image Maria had of witches, it wasn't the normal sinister image of a crooked-nosed hag flying around on a broom, but a dreamlike person with unnatural powers, who could do anything in more beautiful dress. It was just what you expect from an imaginative young girl. Fitting through the sky, crossing a rainbow, dancing around all night with a teacup and teapot that would never get empty no matter how much you poured out of it. When the flowers burst out, the stars in the sky would become candy and pour down, and flowers that produced sweets would bud by the roadside. To Maria, witches were the only concept that could embody the magical dream that so captivated her. As she grew older, it was the last remaining thing that could give richness to her dull and plain everyday life. That's why Maria believed in witches. She didn't want that dream of hers to be tarnished. That's why she didn't want anyone to tarnish the Epitaph, which affirmed the existence of witches. Because the witch named Beatrice is Maria's dream. マリアちゃんにとってはこれは黄金の隠し場所を示すものじゃなくて魔女を蘇らせるための魔法なんだって。 So it was the single link between Maria and the witch. Maria is very angry and clung to George and Aniki. Jessica scratched her heads and apologized. It might be possible to smooth things over again like the time she got mad in front of the portrait. Maria didn't seem willing to be easily consoled. Unlike Jessica and I, who hung our heads wondering what to do, Shan timidly opened her mouth. マリア様、ご存知ですか？私たち使用人の間ではベアトリーチ様の怪談が語り継がれているんですよ。そうだったっけ。シャドウ、聞かせてやれよ。私は知らないんだけど、使用人の間じゃかなり有名な話らしいぜ。何の話だ？怪談？うん。僕たちが生まれる前からある話らしいね。母さんにも話を聞かされたことがあるよ。はい。この島にお屋敷が建てられてからずっと語り継がれている話です。当時の使用人たちはお屋敷には昼と夜で違う主がいるとささやき合っていたそうです。 The tale that Shan told was just like a typical campfire ghost story. If there was a forest with a witch living inside it, then of course the witch would come pay the mansion a visit from time to time. At some point, the ghost story naturally spread it up between the servants. ちゃんと閉めたはずの窓や扉や鍵がもう一度見回りに来たら開いていたとか、消したはずの明かりがついていたり、つけたはずの明かりが消えていたり、置いたはずのものがなくなっていたり、置いた覚えのないものが置かれていたり、そういうことがあるたびに古い使用人たちは魔女が姿を消してお屋敷を訪れ、いたずらをしていったのだろうとささやき合ったそうです。ほらいる、ベアトリーチェはいる。なあ、いるよな。私も昔よく登校の時に限ってカバンが見つからなかったりしたもんだぜ。 Maria puffed out her chest with an ooh, as though this was final proof of the witch's existence. If I opened my mouth, Maria would probably be hurt again, so I didn't. I mean, you hear this kind of story everywhere. Depending on the place, they might blame it on a dwarf or an elf. The only difference is that they call it a witch on this island. Of course, walking around a vast, elegant mansion at night would be a little unsettling. It's an island devoid of people. Since the mansion is so drafty, walking around on the night of a thunderstorm would certainly be eerie. Having a huge house to yourself and only like 7 or 8 people live there. 他にも鬼火や輝く蝶々が舞っているのを見たという使用人も。カノン君もそれらしいものを以前夜の見回りの時に見たことがあると言ってました。あと最近ではお屋敷の中で深夜に
不思議な足音をよく聞くと使用人の間で話題です。私たちは肖像画の中のベアトリーチェ様が姿を消してお屋敷の中を散歩しているんだろうとささやき合ってるんですよ。ずいぶん前ですが、私もそうかもしれない足音を夜の見回りの時に聞いたことがあります。ひゅー、そりゃ怖えな。怯えることはないんですよ。ベアトリーチェ様は親方様とは異なるもう一人のお屋敷の主です。だから変に怯えたりしないで敬意を持っていれば決して悪いことはしないのだそうです。ただし敬意を持たないと恐ろしいんだったね。はい、私が務めを始める直前にベアトリーチェ様のことを悪く言っていたそうです。だから使用人たちはベアトリーチェ様のお怒りに触れたのだろうと噂し合ったそうです。バトラとチェシカきっとお怒りに触れる。わあ、悪かったぜ。お怒りに触れちゃたまるねえ。謝るよマリア。もちろん魔女様にも謝るぜ。ベアトリーチェ様、ごめんなさい。よそ者のザレ言と思って勘弁してやってください。私も謝るぜ。ベアトリーチェ様、ごめん。これで魔女様、私たちを許してくれるかな。わかんない。魔女は気まぐれだから許してくれるときは許してくれるし、許さないときは許さない。それは困ったね。マリアちゃん、バトラ君とジェシカちゃんがベアトリーチェ様のお怒りに触れないようにするいいおまじないとかないかな。何か魔除けとかさ。By relying on Maria, who was proud of not knowing the most about witches, George was trying to revive her self-esteem. Once again, I've got to admire his ability to calm kids down. After taking a moment to cross her arms and seriously ponder whether there might be a charm that could save us, she started flipping through the pages in her notebook. I thought it was just a scribbled diary, but there also seemed to be quite a few pages that looked like they'd come from a book on black magic. Maria suddenly considered a group of these pages which contained things that looked like magic circles. Apparently, Grandfather wasn't the only one with a black magic hobby. When Maria finally found what she was looking for, she snapped the notebook shut and threw it into her handbag. She then began fishing through that bag's contents. There seemed to be various jumbled up things in there. After a while, she took out various pieces of junk, although they were probably more important magical items to Maria, and repeatedly threw them back in, saying they were wrong. It was all a little humorous, just like when Doraemon took out the wrong tool. Finally, she seemed to discover what she was looking for. With a face that was unimaginably cheery when compared to the intense expression she had worn until now, she held those out to Jessica and me. I grabbed it and saw that it was a very cheap-looking charm. It looked like a bracelet made from a plastic rosary, with a scorpion-themed medal attached. Haven't you ever seen those cheap Zodiac-themed accessories? The kind you might win in a crane game at an arcade? It really looked like something like that. There were two of them. Probably one for me and one for Jessica. However, the very fact that there were two of them made them feel even more like cheap manufactured goods, making it pretty hard to think of them as magical items. これを私とバトラに？このお守りならベアタリーチェも大丈夫。サソリは魔除けの力があるから。そうなのか？サソリにそんな力がねえ。バトラが信じない。I'd said too much and angered Marty again. Marty took out our notebook again, pointing out various pages and went on and on about how
Scorpion had such incredible holy power that it had been used in magic repelling magical circles since ancient times. あ、他の使用人の子から聞いたことがあります。サソリって魔術では魔除けのシンボルとして描かれることもあるんだとか。へえ、そうなのか。サソリは悪い魔法や最悪から守ってくれる。そしてエメラルドは心に平和をもたらしてくれる。だから二重で効果がある。ほんとだ。サソリがエメラルドを抱いて守ってるね。なるほど。これはご利益がありそうだよ。I really wanted to make fun of those worthless looking charms, but as I watched Marty explain with all of her heart and realized that she found them for our sakes, I started to feel like it might actually work, even if it was just a prize from some game center. The material quality of the charm didn't matter. What mattered was the strength of her feelings. Even I don't think of myself as the sort of loser who'd laugh at something like that. It really will protect you. ありがとな。ベアトリーチェ様には謝ったけどよ。万が一たたりがある時でもマリアのこのお守りのおかげで安心だぜ。な、ジェシカ。ああ、そうだぜ。ありがとうな、マリア。心に平安が欲しいときは腕につける。お財布に入れるとお金が減らなくなる。ドアノブにかけておくと悪いものが入ってこられなくなる。便利なお守り。それはすごい効能ですね。マリア様が自信を持って進めるお守りならきっと頼もしいものと思います。Chan clapped her hands together, and Maria stuck out her chest. She was totally in a good mood again. It'd probably be best if we let her lead the conversation a bit longer, if it'll keep her in such a good mood. Come to think of it, she looked a bit bored when we were getting excited about the hidden goal, probably because she couldn't keep up. While eating the cookies Kumasawa-san had baked, Jessica and I asked Maria this and that about black magic. Maria happily chatted away in response to our questions. Each time, George, Aniki, and Shinjin would act surprised or chime in. The clouds in the sky grew darker and darker, but we cousins really enjoyed communicating freely after a year of separation. 今、額にポタって来なかったかい？どうだろうな。As George Aniki rubbed his forehead, he looked up at the sky. Considering the color of the sky and the dampness of the air, it wouldn't have been odd for a raindrop to him. The wind also seemed to have grown a bit stronger. マリアポタッと来ない。マリアだけ来ない。安心しろ。俺にも来ねえぜ。それに今夜になれば誰にも等しく大雨が降るだろうよ。そうだね。そろそろ引き上げた方がいいかな。Chan looked down at her watch. It was probably well into the evening by now. もう仕事に戻る時間かよ。はい。皆様と一緒で楽しい時間を過ごさせていただきました。ありがとうございました。熊沢さんにクッキーをごちそうさまって伝えてね。さあみんな、片付けを手伝おう。Chan declined our help, saying that this was the servant's job, but picking up a dropped fork between the waitress has to is like my purpose in life. Before the waitress has to is like a purpose in life. We folded up the blanket, got out of the trash, and helped clean everything up. そいつは逃がさないぜ。マリアより先にいただきだ。マリアが拾マリア、靴を濡らすなよ。怒られるぜ。To Maria, chasing after some trash sent flying by the powerful winds was just another game. By the time we finished, the wind was blowing pretty strongly. Probably a good time to head back. 皆様のおかげで助かりました。ありがとうございました。
もう本当に時間がないみたいだね。先に戻っていいよ。George Aniki perceived from her hurried appearance that very little of her free time was left. 源氏さん時間には厳しい人だからな。定時に持ち場についてないと厳しそうだぜ。Wow. また後でね。お仕事頑張ってね。はい。それでは失礼させていただきます。 After making a respectful bow, Shan Chan ran towards the rose garden. じゃあ俺たちもゲストハウスへ戻ろうぜ。テレビでも見てくつろがせてもらうさ。テレビ見る。なら決まりだな。戻ってみんなで一緒にテレビでも見ようぜ。 Maria, who wasn't done having fun, agreed once television was mentioned. We climbed up the general stairs and returned to the rose garden. The wind had grown very strong, and roses shook throughout the garden like ripples on the water. This might be our last chance to see these beautiful roses. I'll bet tonight's typhoon ruins them. バラ、今夜の風でやられちまうかもしれないな。そうだな。バラたちもラッキーだったと思うぜ。台風の前にバトラたちを歓迎できたんだからよ。花はいつか必ず散る。でもだからこそ咲き誇る今をめでることができるんじゃないかな。そうだな。マリアもよく目に焼き付けとけ。今この瞬間が今年で一番のバラなんだぜ。目に焼き付ける。 Right then, Maria suddenly clapped her hands. It looked like she remembered something. マリアのバラ、台風で飛ばされちゃう。ああ、ジョージの兄貴に目印のリボンをつけてもらった。あの元気のないバラか。 Maria apparently remembered where the rose was. She ran at full speed. The rest of us followed her. あれはどこだったっけな。確かこの辺だったと思ったぜ。 We searched everywhere around the area, but it was only a single flower among all of these roses after all. Even though we knew it was somewhere close by, we weren't able to find it. The winds making up the typhoon's front lines made roses throughout the garden undulate. It was almost like it was teasing us by making the location of Maria's rose impossible to find. ここじゃなかったかな。少し手分けをして探してみようか。そうだな。人海戦術で行こうぜ。なんだよマリア。 As we made the split up and searched, Maria tugged on my jacket with an unhappy face. You could tell that she didn't want us to leave that spot. なんだよ、どうした？マリアのバラはここなの。ここにあるの。でも現にないぜ。この花壇の裏側だったかもな。みんなで探せば早いぜ。ここなの。マリアのバラはここなの。探して。探して。Maria stomped her feet in irritation. She pointed at that spot and said it was definitely there, but in actuality it wasn't. Even so, Maria got mad when we said we were going to search elsewhere. We were at a loss for what to do. For a while we had to stay near Maria and pretend to search through that rose thicket. ない。ない。ない。 Maybe she's saying that it should be here, but it isn't. Maria became increasingly irritated. マリアがすっかり機嫌を損ねちまったぞ。マリアはたまにすごくどうでもいいことを気にし始めちゃうんだよ。それがどうにかなるときはいいんだけど。
ないものは探せないしね。困ったな。Just when we were at a loss of what to do, Maria called out in a loud voice. We could see Aunt Rosa in the direction Maria was waving her hand. Maybe she wanted to look at the garden one more time before the typhoon came, or maybe she had some business at the guest house. Aunt Rosa was coming from the mansion. She quickly noticed her daughter's voice and came over. あらあら、どうしたのみんな。何か探し物なの？探してママもマリアのバラを探して。マリアのバラって？この辺に元気のないバラを一つ見つけて、それに目印をつけたんです。飴玉かなんかの包み紙でキュッと。しかしマリア、確か俺の記憶が正しけりゃすぐ手前の目立つところに生えてたはずだぜ。足が生えてどこかに行っちまったんじゃなきゃ他の場所だったと思うぜ。マリアの記憶違いじゃないのか？ここなの。パトラが信じてくれない。そのうー言うのをやめなさいって何度言ったらわかるの？ママも探してあげるから静かにしなさい。I'd never seen Aunt Rosa buy anything other than kind in general, so her anger surprised me a bit. Aunt Rosa began searching as well, so we went along with her for the time being, but we were already more than sure that it wasn't around here, so it didn't take long for Aunt Rosa to realize that too. ここにはそのバラはないわよ。他の場所の間違いじゃない。これだけたくさんのバラがあるんだから。違うの。ここにあるの。ママも信じてくれない。ちゃんと信じて探してるでしょ。でもないじゃない。でもここなの。ここにあるのにないの。じゃあ誰かが抜いちゃったんでしょ。とにかくそのうー言うのやめなさい。マリアのバラ抜いたの誰？抜いたの誰？返して返して。そんなの知らないわよ。 My god, she's taking out her anger. やめなさい。そのうー言うのやめなさい。 Aunt Rosa slapped Maria's left cheek with her palm. In that instant, Maria was shocked into silence. Of course, it was only for an instant. When Maria realized that her wish was being rejected, she started yelling even louder. So I think. Once again, her palm slapped Maria's cheek. This time she didn't go silent. She checked as she started crying and began to bawl in an increasingly loud voice. Aunt Rosa was clearly irritated and lifted her hand once more to try and shut her daughter up. ローザおばさん、まあまあその小さい子供のことですし、そんなマジになんなくても。I tried to cut in with a bitter smile, rubbing my hands together, but Aunt Rosa glared at me with a serious face, and I realized that I should have stayed out of this. ごめんね。バトラ君たちはちょっとお部屋に戻っててくれる？おばさんはマリアとちょっと話があるの。誰もマリアのバラを信じてくれない。ここにあったのに。探して探して。
でもないじゃない。なら他の場所の勘違いでしょ。ここなの、絶対にここなの。じゃあなくなっちゃったのよ。諦めなさい。どうしてマリアのバラがなくなっちゃうの。どうして知らないわよそんなの。だからその言うのをやめなさい。 Aunt Rosa once again raised her hand, overcome by emotion, and slapped Mario's cheek. It was strong enough to knock Mario over. ローザおばさん、いくら娘でも暴力はいけねっすよ。 I stepped between them to protect Mario, who was still on the ground crying ooh ooh. I knew that, as an outsider, problems between parent and child were none of my business, but I wasn't brought up to just silently observe something like this. バトラ君は変に思わないの？あなたの学校にうなってる女の子なんている？いや、まあさすがに高校には。でも小学生ならそういう言うのも可愛いじゃないっすか。かわいい？言うのがかわいい？かわいいって？ My careless words seemed to have earned me Aunt Rosa's wrath. She grabbed my collar with a terrifying expression. バカ言ってんじゃないわよ。マリアがいくつか知ってる？9歳よ。小学4年生なのよ。幼稚園児じゃないのよ。それなのにまだクラスで言ってるのよ。わかる？この子クラスでなんて言っていじめられてるか知ってるの？この変な口癖のせいで未だに友達の一人もいないのよ。無責任にマリアのこと可愛いとか言って現実から目をそらさないで。この子の将来のことをもっともっと真剣に考えて。だからその言うのをやめなさい。やめろって言ってんでしょ。I rather stroked Mario's quivering head, from which an increasingly unhappy voice was arising. I tried to stop it, but Aunt Rosa pushed me away. My back hit George Anarchy. 昔はローザおばさんもマリアちゃんの幼児言葉の一つだくらいにしか思わなかったんだけど、小学校の中学年になっても治らないのを最近はだいぶ気にしてて。別にどういう言葉遣いをしようと関係ねえだろ。そのまま社会人にはなれないよ。だから見ていて気持ちのいい光景ではないけれど、これはおばさんたち親子の問題なんだよ。まあ私もこの言葉遣いのせいでよくおふくろに怒られるけどよ。 When we put it that way, maybe even as seen as painful as this isn't something an outsider like me should butt in on. バトラ君だって小さい頃悪い癖が治らなくて怒られたことがあったんじゃないかい？まあ一つや二つは。授業参観の日に人前でずっと怒られてた時は恥ずかしくてたまらなかったぜ。じゃあ今のマリアちゃんたちの気持ちはわかるよね。僕たちにここにいてほしいとは思わないんじゃないかな。ジェシカちゃんにもわかるよね。怒られてるところを誰かに見られてえとは思わないぜ。行こう。ゲストハウスへ戻ろう。そしてマリアちゃんが戻ってきたら何事もなかったかのように迎えてあげようよ。それが一番じゃないかい。We thought George Anarchy's point was probably a reasonable one, and we may have been eager to use that reasonable-sounding argument as the justification to retreat from this heart-rending scene. Jessica and I nodded at George Anarchy, and we all left. We called towards Maria, telling her that we were going to head to the guest house, but she didn't seem to hear, and we felt sort of guilty and shameless after saying it.
それなら好きなだけ一人で探しなさい。ママは知りません。探す。マリアが一人で探す。ママが知らなくても探す。勝手にしなさい。 After blasting her with those last few words, Rosa spun on her heels and quickly returned to the mansion. Maria probably viewed that as a cold gesture meant to injure, but that wasn't Rosa's intention. It was because the hand with which she had so emotionally struck Maria's cheek was still numb. It was because if she stayed there screaming, she might again be taken over by her emotions and continuous slapping her daughter's cheek over and over. After Rosa left, Maria was left alone in the rose garden. The wind began to blow stronger and stronger, and every once in a while, a raindrop would fall on her forehead. However, Maria couldn't leave that place, not until she found that poor wilting rose. It had definitely been there. Even so, it wasn't. Even though she knew the place and even though it had been there, it wasn't. Maria immediately stared at the place it was supposed to be and thought frantically, maybe the angle I'm looking from is wrong. Maybe the height I'm looking from is wrong. While gazing at a single point, Maria repeatedly stood up, changed her position, and continued to stare. The wind was getting stronger and stronger, but Maria kept on looking for that rose in front of the flower bed. Kinzo noticed the sound of the raindrops beating on the window. It seemed to be pouring down thickly. It had begun to rain later than the weather report had predicted. Kinzo approached the window as if being summoned by the sound of the rain. The sound of the rain is the sound of silence. That sound feels quieter than any silence. It makes humans remember that, in the end, they are alone from the moment they're born to the moment they die. More those words directed at the rainy sky. There was no one to be seen in the direction of Kinzo's gaze. 始めようではないか。私とお前の奇跡の宴を。今こそこの島は現世より切り離された。もう誰も私の儀式の邪魔をすることはできぬ。お前にふさわしい生贄は十分にあるぞ。息子たちが4人、その伴侶が3人、孫たちが4人、私に客に使用人たち。どれでも好きなだけ食らうがいい。運命の鍵は悪魔のルーレットに従い生贄を選ぶであろう。そのルーレットが私を選ぶならば、私すらもお前の生贄となろう。だからこそなのだ。それだけの狂気をかけるからこそ、私は必ずや偉大な奇跡を起こすだろう。さあ、好きなだけ食らうがいい。私はそのルーレットに打ち勝つだろう。So the game's about to begin. さあ、すべてを落とすぞ。まずは後宮家の家督を返そう。受け取るがいい。Kinzo tore the window open, ripped the gun ring off his finger, and forcibly threw it away. At that time, the sound of thunder rang out, giving the illusion that the lightning had accepted the ring. そしてお前が蘇った時、そこにいるのは私であるだろう。私が最後まで生き残り、お前の目覚めを見守るだろう。さあ来たれ、ベアトリーチェ。ようこそ我が宴。私が生み出した全てと引き換えに、私にもう一度だけ奇跡を見せておくれ。
おーベアトリーチェ The miracle will begin. And another hour down. This will be a good stopping point for the video. So if you are enjoying this series, don't forget to rate, comment, and subscribe, and we'll see you all again in the next